子供が一緒に遊んでたような感じの、それを宇宙版でやっていた感じの感覚が出るから、すっごいその恵子さんと一緒にいると楽しくなっちゃうんですよね。3人が一緒のこの平和のなんかこうオリオンの平和の使者団としてちゃんと乗って宇宙船に乗ってるシーンがすごい鮮明に蘇ったんですよ。思い出さない系の人も多いと思うんだけど、なんか、なんとなく感じるでもいいんで、何かしらね、そのきっかけみたいな、もうちょっとこう、プラスアルファ、こう、できる方法ってないかしらね、と思いましたけどね。本当に今行動が結構必要だと思うんですよ。スタンシードの人動く時だと思うから、要は新しいね、ことを今必要としていることが多いじゃないですか。地球上でも共同創造が今も起こってて、今度は宇宙レベルのね、共同創造が起こっているがゆえに、その呼びかけてお願いしていいですよ、どんどんね。自信を持ってというか、なんだろうな。本当に、一人一人がすごい、まあ、創造主としてね、生きる時なんだなっていうのが本当に腑に落ちたというか、もう、実感となってきたなっていう気がしましたね。はい、始まりました。スターシードチャンネルということで、よしです。あきこです。こんにちは。よろしくお願いします。はい。いやー、前回からですね、スペシャルゲストをお呼びしております。穴口恵子さん、またご登場ください。こんにちは。よろしくお願いします。楽しみにお願いします。楽しみよ。はい。いや、まあ、前回もすごいね、話を聞いてお聞かせいただいたんですけども、今回は、前回ね、ちょっとこう、ちらっと言いましたけど、宇宙時代のね、お話、などなどをですね、僕またカメラがカメラ現象が起きてますね。ちょっとね。こんなこと起きたことない。ホログラムになってる。よしさん、今さっき一瞬、ホログラム化した。本当？そう、何回もそれになってる。やばいね。ちょっと宇宙な感じに。宇宙に行っちゃいましたね。次元に行っちゃってますかね。はい。まあそんな、ちょっと宇宙な感じなんですけど、今日はね、特にこの宇宙時代の話を中心に、お話いただければなと思うんですけど、穴口さんあれですか？なんか3人が、同じ、前回ね、宇宙でなんかやってたっていう話でね、なんか、オリオンの対戦っていうかね、まあ、オリオンが分離しているときに、そのオリオンの星座そのものの本意ではない。やっぱりそのオリオン人たちが領土とかその政権争いのような形で、そうやって争いがこう絶えない時代にね、やっぱりこの私たちはこの銀河同盟の、ね、一員であったんですよ。そしてヨシさんが最初に登場してそれをまとめていってたんですね。この平和使者団を。アンドロメダ人だったんです、その当時。僕がね。アンドロメダ人。そうそう。はい。そして、私が一番感じるのは、どっちかって、すごく、アキコさんがもしかしたらプレイヤーデス人だったかもしれないし、アルクトゥールス人だったかもしれないです。もしかしたら私がアルクトゥールス人の時に、プレイヤーデス人とか言って、そうやって、こう、3人が一緒のこの平和の、なんかこう、オリオンの平和の使者団として、ちゃんと乗って、宇宙船に乗ってるシーンがすごい鮮明に蘇ったんですよ。前回お話ししてる時に。でやっぱりこの一つの私たちがこうやって今回地球で3人があったっていうのはなんか大きな、目的がそういった、地球平和であったりとか宇宙平和、要は地球の目覚めアセンションは、全宇宙のアセンションにつながっているので、そういった意味では何よりも地球が安定して、平和な世界目覚めて、そういったものを作るっていうところに実は私たちがこうやって今回もまたこういう形でつながって宇宙フェスするんだって。で私もあきこさんとね1回目対談していただいた後にあきこさんとはすごいやっぱり古くからいろんな星でなんか転生していて、一番なんか感動したシーンを思い出したのはプレアデスで一緒で、アルシオネで一緒だった時に地球に向けてなんかもっと私たち以外にも仲間がいるんですけれども、そのアルシオネの太陽、プレアデスの太陽のうち役割をしているそのアルシオネから地球にこの愛を送っていこうねっていうなんかね約束した仲間の一人で、それが楽しくてね、
ただ手動かしてるだけなのに愛が送られてる世界みたいな。なんかそうこうやって送ってて、そしてなんかニコニコしていてね、なんかこうキラキラしていて、なんか幸せだねって、こうやって私たちのこの星がこんな風に地球に届いて、地球人も、そしてその惑星っていうのは地球にもこの愛が届けられて、こう愛の振動数で本当に美しいこの地球が生まれていくのを、そのプレイヤーですから見てるの。でそれでいつか私たちも行こうよねみたいな、いつか行こうねとか言って話していって、こうやって転生してきてね、また出会ってるんだなっていうのがすごい私の中では印象にあって、よかった、やっぱりあの時ね、一緒に働きしたからこそ、こうやって戻ってきた時に、地球に来た時にまた再会してるんだなっていうのがね、すごいですね。オリオンのところとか、そのあたりちょっとあれだな。でも話聞いてて、なんかこう込み上げてくるものがあったので、なんとなく感覚としては、ビジョンとしてはでもそこまで来てないけど、とにかく私はその恵子さん、穴口さんにお会いした時に、すごい懐かしくて、でも結構多いんじゃないかな。だから恵子さんにお会いして懐かしさを感じる方、それでやっぱりこうさっきも話してたんですけど、とにかく全部網羅してるんですよ、恵子さんって。今世の地球の中でもほらスピリチュアルなことも全部網羅してるじゃないですか。いろんな方に会ってね、いろんなお仕事も手掛けてて、いろんなところ行って、でこれ宇宙でも同じようにやってる方なんですよね。全部網羅してる、なんていうの、好奇心の塊みたいな方だし、愛の塊みたいな感じだし、なんか本当に古いというのかな、経験が豊富だっていう、だからすごい懐かしさをいっぱい感じる方が多いんじゃないかと思うんですよね。そうですね、結構いろいろ思い出して、なんかこうやっぱり一緒にいるとどんどんとこう、意識がこうどんどんね開いていくし、思い出すっていうプロセスありますよね。でも初めて会った時にもやっぱりなんかすごく懐かしいですって言ってくださる方はやっぱり他の星でも一緒だったとか、そういった一緒になんかミッションを果たしていたとか、そういった感じなんですね。でもなんかね、本当にそしてやっぱりちょっと前までは20年ぐらい前まではそういったすごいカルマフリーになるために過去にカルマがあった人と出会うんですよ。だけど最近とか2012年以降ってそういうカルマフリーになるために出会ってるんじゃなくて、ミッションとかなんかお互いの持っている才能を引き出して、このアセンションしようねっていう約束をしている人と会いやすいっていうか会うようになりますね。だからそれでどんどんとこの宇宙系の人に本当に再会できていて、そうなんですよ。宇宙系の人にね。だから恵子さんが宇宙系だって結構知らないんじゃ、どうなのかな、市村さん。ね、もしかしたら知らない人の方が多いかもね。僕もねあんまり知らなかったんですよ。穴口さん、宇宙系っていうイメージはなかったんですけど、ちょっと前に何か動画を拝見したときになんか宇宙的なことをやってたんで、宇宙系なんだっていうのも逆に知ったぐらいで、皆さんもしかしたら、またあれだ。またなってね、私は。ここで一回フォログラフィーなんですよ。そうみたい。面白い。まあなんかちょっと不思議ですけど、まあそういう意識ありますよね。イメージありますよね。そうですね。でも結構スピリチュアル系のことを始めて、25年前にやって3年後ぐらいから実はすごい宇宙の存在たちとレムリア時代から実際にやってた教えで特にプレアデス、シリウス、アンドロメダとそして金星やらベガとかそしてアルクトゥールスはどんどんともうその高次元の存在たちを呼びながらすごいヒーリングしてたんですよ。その当時のね最初のね5年間のヒーリング教えはアヌンナキのコントロールデバイスとか取ったりとかすごいですね。そう、アストラル体が実際に爬虫類系にこのもぎ取られていて爬虫類の手になってる人とかやばかったんですよ。その当時はもうないですよ。ほとんどの人来なくて、その当時だからこそ宇宙系の存在たちのヒーリングの手法とかが巧みにすごい必要だった。で今はすごくその宇宙系の存在たちはそういった
この闇とかその制限を外していった後のそのアクティベーションでは、人類がもともと持っている最高のその宇宙にいた方が結構多いわけですよ。今回地球に生まれて変わってきて、そういった原住民だけっていうの方々は少なくて、ハイブリッドも多いし、宇宙人ももう実はいっぱい来て、その宇宙人の自分が目覚めていくっていうところにもすんごい勢いで今そのアクティベーションをしてくれる、そういう意味でもそのアシュタールがね結構やってきたりとか、アシュタールも一つのその役割で来ているけれども、それ以外の高次元のその宇宙の存在たちも来ていて、私たちの宇宙人の魂を目覚めさせてくれる。そして結局その部分を思い出して、この地球上の進化と変化をすごいサポートしていくし、自分もここで存在していいんだみたいな、結構そのちょっと前まではその宇宙人だったらここにいちゃいけないんだ、もう早く帰りたいみたいな、なんか私もそういう時期があったんですね。始めた頃、スピリチュアルなことをどんどんメッセンジャーとして始めた時には、その反動が大きかったんですね。メッセンジャーとしてこうやっていろんなメッセージを伝え出して3年ぐらい経った時に、やっぱり早く帰りたいと、要は20世紀ですよ、21世紀じゃない、早く帰りたい、早くもう私もうこれでいいでしょとか3年ぐらいやったぐらいで思った時にすっごいあったんですね。だけど今ないもん。もうこの地球が、私がなんかいろんなことをみんなでね、宇宙人の友達と出会ってできるんだとか思ったら楽しすぎるみたいな。変わりますね。盛り上がってますね。盛り上がってる。もうかわいい。だって。でも面白い時ですよね。本当に。ね。嬉しいね。よしさんどうですか？ね。いやだからさっきね、そうだ、宇宙船の話をしてくれたじゃないですか。で、そういえばだいぶ前ですね、あきこさんの記憶の中で、昔宇宙船に乗ってて僕がなんかこう、操縦したりとかしたりしてみたいな、そんな話あったよね。確かありましたよね。そうです、そうです。一緒に乗ってた。その時の、もしかしたらも穴口さんもいたのかもしれないなっていうことですよね。乗ってたと思う。すごいね、安心なんですよ、よしさんが操縦してたら。僕がね。うまかったのね。うまかった。なんかね、そんな古い形で。こうじゃないの。行く先とか、でそこってすごくある種一緒にして消えるような瞬間とか、一緒にねその宇宙船に乗ってても、すんごい勢いでパーンって一瞬全員が消えるようなところで次のところにバーンって行ってついたねみたいな、それがなんていうか安定して、それがうまくなんていうか、やっぱり操縦がうまいんだろうね。そうなんです。その名残でなんか一瞬消えてちゃったんでしょうね、カメラがね。カメラがね、消えて、よしさんの写真になって、戻るとき必ず半分はホログラムになってるんですよ。綺麗な本当ですか。なんだろう。これ毎回のかな、動画で。不思議だな。何か意味があるんですか。そんなことはないですもんね。だから宇宙人かなり高次元になっちゃってるのかな。宇宙船に乗ってるじゃないもあるけれども、一緒にいたなんか名もなきなんかすごい地球から遠い惑星で、その惑星ってすごいんですよ。その惑星と同時一緒に瞬間移動するような惑星があるの。要は惑星もこの惑星人もシュッて素粒子になって瞬間移動していくよみたいな、その時もさ、すごいやっぱり仕切ってくれてたよ。本当ですか。あきこさんと私は同じ星に、要は同じ星にいた時代、もう名前なんて覚え、遠い、もうすっごい遠い、この銀河じゃなくてすごい多次元域だと思いますけど、それがすごい面白かったのは、いいですかって言って感じで、要は日本語的にいいですか、今この瞬間に私たちは素粒子化しますからね、いきますよ、はいと言ったらってなって、そして先はちゃんと仕切ってるからパパパパッとそこに行ったらまた元の私たちのその存在に戻れるわけですよ。そういうことやってるんですよ。だからそう素粒子だから素粒子運転手すごいですね。こういう移動テレポートをする操縦士というのかな、そのテレポートを仕切る人でもあったんですね。安心感はでもあるよね、吉田は。そうですか。なんかすごいな。
よくそこまで見えますね。これはどういうことなんですか？で、面白いなと思うのは、なんか、あ、アッコさんとは、そういうそのテレポーテーションした時のその同じ星の時にはね、結構その水平的なテレポートを結構やってる人と、アッコさんと私が一緒にやってて、なんか情報をもらいに行ってたのは縦ですね。違う次元のテレポートをしてた。で、私たちのハイヤーセルフって今でもそうですけど、いろんな次元にこうやって振動して存在しているのから、まるで簡単に今この人間界でいうエレベーターにスイスイスイって乗って情報を、じゃあ今度はじゃあ例えば11次元の情報を取りに行こうねって、行こう行こうって言ってシュッて言って、こうで帰ってきたらこうだったよね、だってそうそうそうっていう、なんかそういう会話をいっぱいしてきた感じがする。だから私となんかだからチャンネルが一緒に、チャンネルを合わしやすい相手っていう感じ。そうです。すごい遊んでた感じがあるんですよ。子供みたいに、子供が一緒に遊んでたような感じの、それを宇宙版でやっていた感じの感覚が出るから、すっごいその恵子さんと一緒にいると楽しくなっちゃうんですよね。もうワクワクしちゃうっていうか、なんか自由な感じとして。自由な感じ、本当に。だから今世地球で宇宙でやってたことと同じような感じでいろんなとこ行ったりいろんなことやってるの見てて、すごい本当になんていうのかな、相変わらずっていうか、なんか感じがそうですよね。でやっぱそのアッコさんがこのなんか伝えようとしていることとかが、そうそう、それそれって、だからすごくなんかバイブが一緒みたいな、だからさらに広げていきたいっていう思いがすごい出てきた。嬉しいですね。私はそうだから本当に恵子さんのことをやっぱりこう宇宙時代から知ってるから、その恵子さんのこの印象ですよね。このスピリチュアルな、やっぱビジネスもいいんだけど、もっとこんなに軽い方だし、こんなにこう子供みたいな本当に好奇心でいろんなことされてるし、あとだから地球の中もすごいですよね。なんかマヤ文明にいたりエジプトにいたり縄文時代にいたり。なんていうのかな、全部網羅してるんですよ。魔女だったりとか、なんかもう全部やってますよね。で宇宙もそうだから。それ楽しみながら人体実験しながら、この文明はこうかっていうなんかすごいそれをなんかまた次の文明でなんか生かすとか、そういうの好きです。これ知らない、どうですかね、うちさん。こんな方だって知ってました？僕はね、お会いしたときに、超軽い方なんだって、逆に僕もリアルにお会いしたときに、ちょっと緊張してたんですよ、昔ね。最初にお会いしたときにね。そしたらなんかすごい軽い方なんだっていうのが分かったから、その時からは印象変わりましたけど、それまではやっぱり印象はね、ちょっとこう、いや、どんな方なのかなっていうか。すごい人みたいな、本当にね、経験もあるし。そういうイメージが多分ある人も多いと思いますよね。多分ね、直接会って話さないと分からないことってたくさんあるから、多分ね、その印象だけでしか見てなかったりとかすると、そうかもしれませんよね。で、やっぱり今日はね、もう、ど真ん中宇宙系をね、金口さんからもっともっと引き出したいなっていうのもあるんですけど、どうしようかな、どの辺の話をしたら一番いいでしょうかね。どの辺でもなんか。やっぱスターシードとかさ、だからあれですよね、私たちだからそういう宇宙からたくさんの人たちがこのアセンションのために来てるじゃないですか。そのあたりの話を聞きたいですよね。どのあたりからみんな来てるんですかね。宇宙の星だとすると。私がすごい出会ってるというか、こうなんかいろんななんか人は担当してると思うんです。スターシードを点火するなんか役割で来ている人たちがいるわけなんですけれども、やっぱ地球をこよなく愛している星々から来てるんですけど、結構近いから金星の人たちがすっごい多いですよね。金星の人たちが、アシタリもそうだけども、サナタクマラも金星から来てるし、そういう人たちがまず最初の段階でスターシードが要は点火するっていう意味で言ったらいいか、覚醒していく、そして自分が何者であるかって思い出して、やっぱりこのミッションを生きるっていう、まず第一段階ですっごい金星
のアセンデッドマスターたちが来ていて、で私が出会う多くはやっぱりこのレムリア時代から一緒に仕事をしていた仲間がいるんで、どうしてもアンドロメダ系の人たちが来るし、私のところにはね。でも彼らはその目覚めてやっぱり新しい文明を作っていくことにすごくサポートするスターシードの転化の役割で、金星の役割って結構もう愛の振動数とそうやってこうなんか平和をこうなんかすごくその振動数を持って地球に貢献するスターシードたちだから、それとあと、私が携わってるそのプレアデス系の、プレアデスの女神たちとかなんか大天使に見える存在たちが来るんですけど、彼らはとにかくこう愛を具現化とかね、結構愛を通して具現化する、要は愛だけで終わらないんです、振動数で。彼らは結構その辺現実的にこの地球でその愛を形にしたらどんなものができるかっていうところをサポートして、そこから来たスターシードたちの目覚めで、そういう人たちは結構地球ともうまく地球からこう要は発掘されるようなもの、そう例えばクリスタルとかそういった植物界とすごくうまく関わってそれを形にしていくことをしてスターシードとして地球に貢献していくことをサポートしていて、そのプラデス系の方ね、プレアデス系、そしてあとシリウス系は、すごく人類のなんかね、英知とか意識改革とかそういった意識を変えるための役割で降りてきているっていう形をなんかやっていく人が多いんですよね。それが結構私のところでやってくる一緒に働きをしている存在たちが一番多いですよね。でアルクトゥールスの存在は結構、5、6年ぐらい前からで今まで言った人たちって結構そのドルフィンスターテンプルで一緒に働きをしていたメンバーがそうやって、ね、スターシードの転化覚醒っていうのをやってて、でこうアルクトゥールスの人たちはなんか、スターシードでもなんかね、破壊から創造へと調和へとっていうそういう役割で、この地球に来ていて、やっぱりレイラ・キーニっていう名前が来るんですよ。なんか女神レイラ・キーニってアルクトゥールスの私がコンタクトをしてきてくれて、私に来てくれている人はで、彼女の役割っていうのはやっぱりすごく非常にその地球に来て自分を破滅させたなんか過去世やこの現世でもなんか結構かなりどん底に破滅した人たちに対してスターシードだということを忘れている人たちにすごい手を差し伸べて目覚めていく、そういうサポートをしているっていうのが多いですね。傾向的に見ていくとね。そんな風に見てるんですけど、あきこさんはどんな感じで見てるんですか？でも同じかな。なんかプレイヤーです。同じような感じですね。プレイヤーです。だから今お話しされてたのはそういうところので経験してる人たちが要は降りてきて地球のことをやってるって話ですよね。そうで経験がある人はやっぱり結構地球のこと強いですよね。だから現実的にいろいろ動かしてる人たちはプレイヤーデス系の人多いなって見てるし、アルクトゥルス系の人は結構強くヒーリングしながら高い次元の周波数を下ろしてるなとか同じような感じで本当に思ってるし、アンドロメダとなんだっけレムリアなんかそのあたり、なんかつながってるんですか？さっきレムリア時代にアンドロメダ銀河はなんかすごく私たち私がレムリア時代のことを思い出してるんですけど、今それを思い出しながら話してるんですけど、そのレムリア時代に実際にレムリアの文明を本当にすごくその原点のまま、原点って言った時に何が原点ですかって今聞いてたら、その源から実際に降りた時の記憶を持つレムリア人がいて、それをなくさない、その原点っていうのは本当に源の大いなる源から来た自分たちっていうね、神族、神族ね、それを忘れないためにアンドロメダが導き、アンドロメダ銀河へ行ったらスルスルスルってなんかね、源に引き上げてくれるか吸い上げられるみたいな感じで行ってるんですよ。そしてそこここだって私たちの本来の来た場所で、それをちゃんとアンカーした、またスルスルって持ち帰ってレムリアの全員に私たちの、
なんていうか先祖ですよね。私たちの先祖のいるところはあそこですよというその源であるということを忘れないように。だからあなた方は本当に尊い存在であり、すべてのここで生み出される、要は地球でも生み出されるものはすべては源からの本当に恩恵であることを忘れることなく、慈しみ、リスペクトして、愛し、そしてそういう共同創造をしていくっていう、なんかそういうなんか情報をどんどんとこう下ろすときに、アンドロメダがすごいこう橋渡し、源とこの地球のレムリア人たちの橋渡しをすごくしてくれてたんですよね。よしさん、そうかもね。私とかもそうかもな。なんかその後、レムリア、橋渡ししてたんじゃない？ああ、そっか。で、記憶ありますか？記憶ない。記憶が飛んでる。記憶ないね。ああ、なるほど。すごいですね。そこまで見えちゃうんだ。いや、もうなんかすごい、いやもう感謝ですね。だから、アンドロメダのなんか人だったそのスターシードたちは、すっごいやっぱり地球人が忘れないように。本当にどれだけこう神聖な存在であるか。だから破滅に向かったとしてもそれさえも体験であって、その向こうにあるものを見ましょうっていう、なんかね、本当にこうある種なんかその真実からこう私たちがぶれないためにね、橋渡しをずっとしてくれてた。その存在たち結構降りてきてるのかな、それで今。いるよね。いるね。いるね。なるほど。いや、すごい。なんかありますかね、吉さん。今の聞いてて。いやー、なんかすごいなっていう、ちょっともう聞き入っちゃったんだけど、どうしよう。まあ、やっぱりこう見てる方々はね、まあ、そうだな。なんていうんですかね。なかなかこう、まあ昔のね、自分の記憶っていうのはまあない人も多いと思うので、だけど何かしらそういったことを感じたい。でもこうやって見てる人はもうみんなね、スターシードなんだけど、なんかそういう何かしらこう、それをまた、もっとなんか身近に感じたいっていう人も多いと思うんでね。なんかその辺をなんかこう、よりこう、なんていうかな、思い出さない系の人も多いと思うんだけど、なんか、なんとなく感じるでもいいんで、何かしらね、そのきっかけみたいな、もうちょっとこう、プラスアルファ、こう、できる方法ってないかしらね、と思いましたけどね。すごいね、ずっとやってることがあって、はい。呼びかけ。これ誰でも呼びかけられます。呼びかけ？どういうことかというと、私であちこちにやっぱりね、あきこさんが言ってるあちこち転生してるスターシードなんですが、例えば、やっぱりこの時期私は例えばやっぱりすっごいプレアですがやっぱりどんどんと愛を見える化するっていうなんか私がこれやりたいって言った時には呼びかけるんです。で呼びかける時はなんか私の、いわゆるあなたのスターシードの先祖がスターシードで私はプレアですって感覚的に感じたらそれを疑わないで誰かのところに別に聞かに行かなくていいからまずは呼びかけるんです。アンドロメダの私の家族たちとかね。もうね、それ言った瞬間に、ドンってこう来るんですよ。何が来るかっていうと、ウェーブですよ。ウェーブ。私の、もうこの動画で自分のなんか、なんていうかな、こう先祖がいるこう星はどこだってパッと今浮かんだのをちょっと呼びかけてほしいんですよ。ね、私の場合が今はプレアデス来てるから、私のプレアデスのファミリー、私とつながってって、とにかくこれ呼びかけてるんですよね。で、今度ちょっと深呼吸しながら、どんな感じかなってちょっとね、本当になんかちょっとゲーム感覚でいいので、それ呼びかけたら、呼びかけると絶対更新してくるんです。それはなんかなんていうかね、約束事なんです。黙ってたら来ないから。呼びかける。そして呼びかけてみるとね、ちょっと最初にね、人によって感じ方くすぐったいと感じる人もいるし、なんかちょっと嬉しくなってきたとか、なんか暖かくなってきたとか、あれなんかキラキラする金色の光がこうなんか自分の目の前にいる感じがするとか、人によって違うんで、そうやって呼びかけて感じてみる。で、何も感じないんですけどって言ったら、ねえってまた呼びかけるんです。ねえ、私のプレイヤーのファミリー、今呼びかけたら来てくれてるでしょ？でも私の今の状態でなんかあんまりちゃんと感じないから、
分かりやすい、私が一番感じやすくなんか来てることをちょっと教えてって伝えてほしい。なんか一回呼びかけたら終わりじゃなくてね、本当に交流はいつでも今度もう呼びかけたら、いろんなところで呼びかけているのを私たちが忘れてても向こうは忘れてないんですよ、実は。だからあれなんか看板がプレアデスなんとかって書いてたりとか、そういうなんか運転してたら、ね、プレアデス塾がそんな塾あるんだみたいなね、そうやってちゃんとまさかのそういうことがシンクロが起こるので、やっぱりねつながっている、そして更新しているっていうのは、彼らは本当に私たちが忘れててもやってくれるぐらいなんです。だからそれをちょっとトライしてちょっと、人体実験して、どんな風に自分は呼びかけを受け取ってるかとか。で、私毎晩のように寝る前にも私のもうね結構いっぱい読むんです。金星の私の姉妹たちよとかねプレアデスの私の姉妹たちよとかね、そしてシリウスの私の姉妹たちを、私が眠っている間にあなたたちと会って集会しましょうみたいな、集会で集会したいときにこんな集会できたら嬉しいわっていうのを投げとくの。そして投げてると夢の中で行ったりとか、あるいは全く夢を覚えてなくっても、次の日に呼びかけたことさえ忘れてるのに、なんか人から質問が来るのは、そういう系の質問が来たりねとかね、そういったプレイスのなんか存在がこんな色をしてましたけど、それは本当ですかとかね、なんかそうやって全部がリンクしているということを、なんかスターシードの皆さんはなんか忘れないで、やっぱり呼びかけて受け取っているということ、そして受け取ったらまた発信と受信をなんか本当に頻繁に毎日人と会話するようなぐらいやるといいなって私は思うんですね。すぐできそうですね、これね。これいいですね。そんな呼びかけてるんですね。呼びかけてて、呼びかけたら本当にお手伝いいっぱい来るよ。すごいね。例えばその呼びかけの方法なんですけど、例えばあれですか、なんかお願いしたり困ったからこれなんとかしてとか、そんな感じで言っちゃってもいいんですか？それでね、それでこの勘違いはしない方がいいのは、もう呼びかけたから私何もしないでいいのっていうんじゃないんですよ。呼びかけたらね、ちゃんとね、受信機で、私たち体全身が受信機で来てるんで、これやっといた方がいいなって思ったら、自分もこうやる。結局は地球上でも共同創造が今も起こってて、今度は宇宙レベルのね、共同創造が起こっているがゆえに、呼びかけてお願いしていいですよ、どんどんね。私例えばお金のことをお願いしていいんですかって、宇宙のクラウドファンディング、私いつも呼びかけてるから、宇宙にクラウドファンドがあるんですよ。人間がやってるクラウドファンドじゃなくてね、例えばで宇宙のクラウドファンドで、ね、アカシックレコードにもうある世界が全部あるから、そっちも、宇宙だけではなくてそういったところにも呼びかけてるんですけど、とにかく何でもいいから自分が意図したことを呼びかけておく。そしたらもうそれ一旦眠って寝る前にそうやって呼びかけて、朝呼びかけてもいいんですよ。私結構寝る前に結構いっぱい呼びかけて、で私は夢の中であなた方とちゃんと会ってお話しするからよろしくねって言って、でその朝明け方によく私の場合は具体的な夢を見てこうしたらいいっていうのを教えてくれたりとか、なんか気づいてるような夢なんですね。そしたらそれに対してのアクションを起こす。例えば夢を見ないことも結構あるわけですけど、夢見なくってもですね、ふと朝起きた時に、一番肝心なハイヤーセルフとつながった時に、ね、これしようねっていう話が出てきたら、分かった、やろう、今日はこれしとこうねって。例えばそれは自分がなんかやるとなっている仕事以外のところをこれやっとこうねってきたら、それは必ずやるようにする。ということは、具体的な行動も、彼らは呼びかけたらいろいろ手助けしに来るときに、人間という私たちのこういう機能、体を動かして言葉を放って欲しいものをあそこに行ったら受け取れるとか、いろんなところで行動を起こすっていうことが私たちの役割でもあるんですよね。それをやってると実際いろんなことが出来事が起こってくるわけですよね。今それ聞こうと思ってた行動ですよね。だからその受け取ったりと行動、そのあたりってどういう感じでなんかやっぱり恵子さんってすごい実績も残されてるし、行動すごいしますよね。そうそう、行動いっぱいされて、で行動を起こしたら、行動の連続的な何か情報が来て起こすから形になっていくんですよね、この地球上ではね。だから行
こういう常に更新したものを行動したら、今度、これやっといたよ。見たよねって言って、見たでしょ、やっといたから、次はあなたの番みたいな感じで、お互いに共同する。本当に、お互いに面白いね。事例でいくと、具体的な現実的な事例でいくとね、私、レインボーエンジェルズっていうお店を、私が始めたんじゃないですよ、あれ。あれは、本当に天使、レインボーエンジェルズ。で、虹の光の同胞団っていう、かつて地球にいた、その人間だった、もうアセンションして体がなくなった存在たちが、これをやったら、そういった、助けになるからやりましょう。で、私に言ってきてくれと。逆にそれやりたいと思ってなくて、向こうからも依頼が来るわけですね。で、その時に、分かった、やる。悪くないけど、言っとくけど、私はお店はやっても、お店側は私無理だからねって。私はあちこちに行く人でしょって。無理だからちゃんとそのお店が大好きな人もちゃんと探す手助けをしてねって。でも、まず場所がないじゃないのって。まず、場所がないし、私そんな資金が、例えばね、そのお店を借りて内装をして、商品を仕入れるってすごいお金必要だからねって。で、それをちゃんと用意するのを手伝ってねって言って、ちゃんと言うんですよ。それで、次また、2、3日したら、ポってひらめくんです。ハイヤーセルと一緒に。散歩しましょう、みたいな。で、散歩うろうろしてたら、新築で、そのお店ができるのが、パって、不動産屋の前に新しい情報が来て、だから、これを借りよう、みたいな。それで、借りようってなったら、分かった。って。で、値段見たら、ちゃんと、うまいのは彼らもちゃんと現実を、私の現実、その当時の現実を知ってて、これぐらいだから借りれた。15万ぐらいだったんですけど、店舗で15万って路面店でなかなかないんです、中目黒で。でも、あったんですよ、新築で。で、そこを借りて、でも、始めるよって、ここ借りることになったし、私の今の経済力で借りれるんだけど、でも、あとは、その仕入れ、具体的に仕入れとかどうするのさ、みたいな。そのお金必要だよ、とか言って。そして、投げるじゃん。で、こうやって、また1日出たら、次の日、ハイヤーセルと、そして向こうから来た情報がまとめられて、この講座を今やってください。で、この金額はこの金額で、そしたらこの金額でこれぐらいの人が、来ますよ。これね、ハイヤーセルフと虹の光の同胞団って人間やってたから結構具体的な数字とかそういうの得意なんですよ。で、それでこうやったら OK って言って、やってみるって言って、で、別に私マーケティングのノウハウ知らないですよ。その時に普通になんかペライチみたいなチラシみたいなの作って、このコースをこの金額でって言った時、当時はそのやってる時に10人以下でやってたコースが3倍来たんです。だから30人来たらそこそこの金額にその当時ではなってて、そしたら全部、まず人を3ヶ月分雇えるとか、そして仕入れられるとか、内装費が出てる。でそこで、そうするとやっぱりこのね、継続的な方針を実際に私側でやれることを相手が教えてくれることをちゃんとプランして、これが共同創造だよって教えてくれて、そうやって更新していくんですよね。それでこう今があるみたいな。結構それが一つの例だけど、大体そういうなんか話が更新しながらしてることをやっぱり今私ができる。で、私ができなかったら、このメンバーに一緒に共同創造したらいいんだねっていうこともなんかパンパンってこう教えてくれたり、どうっていう形で、今回の宇宙フェスもどうするキャストみたいなでどうしましょうっていう中でパって降りてきて、でダイナビジョンのチームメンバーもこう下ろすっていうことを実際に一緒にやってるから、やっぱりあっこさんが浮かんできますとか言うんですよ。みたいな。で、私は浮かんできたし、いや、これそうだよねって言って。で、私のこの辺りに、肩の辺りには市村さんがなんかいたみたいな感じなんですけど、でも、あっこさんと1回目話したら、こっちから、あっこさんから出てきたし、やっぱりかになってこういう会が設けられて、そして宇宙に向かっているんですね。すごい。現実的なことが必ず、更新している中でこのお互いがやることをやっているっていう、だからそういう行動って一個の行動で終わっているっていうよりは、その関連している行動が連続してつながっていって、こう形になっていくっていうことがすごく多いですよね。今、本当に今行動が結構必要だと思うんですよ。スターシードの人動く時だと思うから、要は新しいねことを今必要としていることが多いじゃないですか。
すごい参考になったんじゃないかな。結構やっぱりその受け取ったインスピレーションをどう形にしていいかわかんないっていう人いるんですよね。ほら、たくさんのライトワーカーがいて、インスピレーションは受け取るんだけど、その後になんかどうすればいいかわかんないっていう人とか、こういう感じで行動していけばいいってことですね。ちっちゃな行動でもなんか一個していくと、なんか行動を起こすときに、私の場合結構地球のなんか自然界のなんかにいるような口と小人のような、なんか結構役に立つのかなと思うけど、結構行動レベルに行くと結構地球に慣れてるから、そういうサポートが来るんですよ。自然界のなんか存在、精霊っていうのかな、妖精がちょこちょこ動いて、私がちょこっと行動すると、そしたらなんか彼らが先に行動したところに、私がなんとなく気になって体を動かしていきたくなるみたいな。そしたらなんか出会うべき人に出会ってるとか、だからそういう意味でその地球の妖精界の存在たちもすごく、要は人間だけじゃなくてスターシードの私たちをすごく応援してくれて、なぜかというと地球の存続がかかっている、要は進化がかかっているのをちゃんと彼らも分かってるから、一緒に進化していくっていうことを選んでるから、そういうだから宇宙との交信で、地球とその地球のその人間との交流もそうだけど、そういった妖精界とかね、その交信も一緒になってやってきてるから、形に必然的になっていきますよね。でもやっぱりそのインスピレーションを下ろした人がやっぱり指揮官みたいなものなので、ちゃんと一個行動したら何が起きているか人体実験しながら楽しみながらじゃあ何かってまた上げといて問いかけてきたらやるみたいな、その繰り返しが実はずっとこんな感じになって今があるんですね。すごいな。いやー、なんかすごい話をね、今日あきこさん聞いちゃいましたね。ね。すごい参考に。行動っていうのが来てて、行動っていうのはやっぱり来たインスピレーションに対して乗るってことですよね。なんかやらなくちゃとか、やりたくないことをやるとかじゃなくて、投げかけたものに対して来て、それに対して行動するってことですよね。行動して、で、また来たインスピレーションに乗るみたいな感じで。じゃあ、ちょっと、またね、最後にね、今回は、名口さん、そしてまこさん、それぞれに、また宇宙からのメッセージって毎回ね、やってもらってるんですけども、名口さんにもやってもらいたいんですけども、どうしましょう。今日のテーマとして、見てる方にね、メッセージ、宇宙からのメッセージって感じで、チャレンジじゃないけど、そういう形で、下ろしてもらいたいなとは思ってるんですけども、どうしようかな。名口さん、どうしよう。テーマ決めた方がいい？今とこれから、やっぱりどういうふうに私たち過ごして、未来、今とこれからこういうふうになるから、やっぱり今すごい激動の時代がね、来て、じゃあこれからすごい不安な人も多いと思うし、そういった意味でこのスターシード、やっぱりみんな見てる人はみんなスターシードだと思うんで、スターシードなので、そうだ、スターシードだから、そういう皆さんへのメッセージかな。そんな感じでもし。なんか特にどこからメッセージをもらいたいとかありますか？あきこさんどうしましょう？そういう。創造集がいいんじゃないかな。創造集。創造集ね。ちょっとなんか火がすごい当たってきたんで。でも、そうだ、穴口さんの場合は、穴口さんの場合はどこでもいいかもね。その時に来たら源のね、来ている Voice of One。Voice of One っていう一つとなる声ですね。源のその存在の、一つとなる存在の声ですね。その声はもう皆さんの宇宙も知ってて、そしてこの地球も知っていて、そのあなたのなんかこの聞いている方々の本当に清き美しきなんかもう本当にその魂のバイブレーションをちゃんと見ている、その Voice of One って言ってきますので、その存在、その源の声ですね。それを伝えていきますね。で、こうやってもう地球を愛してやまないスターシードたちへ、あなた方がいよいよ自らの、作り上げたステージはもう完全に完璧に出来上がっていることに気づいてください。だからこそこの地球はあなたのステージです。そして地球のステージを、完成させる、近道はあなたがあなたであり続けていくことなのです。どうかもう迷わず、あなたという存在のその価値を大いに楽しんでください。
価値あるあなたがあなたを楽しむことを通して多くのスターシードたちとの共同創造が始まっていきます。特にあなた方はこの秋分から冬至にかけて2020年は、目まぐるしくあなたの活躍の場が完全に用意されていることに気づいてください。まずは身近なあなたのスターシード仲間との集いを、してください。その集いというのはお互いのスターシード性を高め合う、称え合う、そして確信に触れてください。もう、あなたがどこの星から来たというよりも今あるこの地球上がどのような、状態になっていくか、それは完全に地球とともに目覚める人々が、あなたの周りで増えていき、そして、類いまれなその光の柱をあなたが下ろすことになるのです。そしてこの光の柱というのは今日私とこの源とつながっている限り、この源からの光の柱をスターシード性を高めるという意味でも下ろし続けてください。そしてその下ろす方法というものはあなたがスターシードであるこのステージを、楽しみ、そしてまたある種、決断を下すということを忘れないでください。スターシード性を隠すのではなく、そしてまた、スターシードでない人も含めて多様な存在たちとのあなたを通しての目覚めの時が来ています。そしてこの、光の柱はちょうど、9月22日あたりにあなたが準備ができているという言葉を私たちにかけてください。私たちにかけてください。そうすることによって源からの光の柱が下ろされていきます。この光の柱が下ろされることによってあなたという存在はいよいよあなたのスターシード性というのは多様なあなたとの才能が開かれていき、それは全てあなたが目覚め続けるために開かれると同時に周りの人々が目覚め続け、スターシードであることに対し、地球への貢献度が、さらに増していくでしょう。そして、この、冬至12月の冬至21日、あたりに来た時にはその光の柱の数が増えていることに気づいてください。なぜならばあなたと関わったスターシードたちは、自らのステージに確信を得た時に私たちは方針をさらに深めていきます。そしてこの期間中、この2020年を過ごすためにあなたが最もすることの一つは自らのスターシードのバイブレーションを自己一致させるということなのです。その自己一致というのはあなたがスターシードであることを真に喜び、真に愛着を持ちながら日々の生活の中でスターシードバイブレーションというものを言語化してください。言語化して周りの人々と分かち合い、そしてその言語そのものが実は私たちとの交信に手助けになるわけです。そしてもちろんのことあなたのさまざまな転生してきた惑星の仲間たちもあなたがこの地球上でのステージを持つということは旗を掲げるのと同じなのです。だからこそ彼らも応援に来やすいのでどうか、さらなるあなたのステージを開き、そして表現するスターシードとしての表現力をさらに、隠れることなくですね、もうどんどんと表に出すことが今必要なことなのです。そしてそこには躊躇も必要ないです。どうか、自己信頼してください。あなただからこそ選んだ地球です。そしてあなただからこそこの時代にこの時期にそれを表現するという描かれたシナリオがあるのです。それがあなたが描いたシナリオであることをどうか忘れることなく、そして、私たち一同はあなたの帰還を待っています。大いなるワンネスのボイスの一員であるあなたを待ち望んでいます。そして私たちはそのためにあなたへの貢献はいつでもどこでもどんなタイミングでも差し伸べていますので受け取ってください。はい、ありがとうございます。いやー、すごいメッセージをいただいてしまいました。綺麗な光の柱がもういっぱい降りてるのが見えたんですね。なんかね、やっぱり一人一人がすごく大事なんだなっていう、なんかそういう本当に
実感が湧いてきましたね。あきこさんどうでしたか？はい、すみません。宇宙に飛んでったんです。宇宙に飛んで、ちょっと宇宙に途中飛んじゃいましたよね、あきこさん。私がそう、雷がすごくなって今言って本て、そう、場所変えて停電しちゃったんですけど。あらあらあら。すごい。だから、いや、すごいやっぱり波動が高かったんだと思う。バーンって今次元が上がっちゃったから、宇宙に一回飛んだみたいな感じですね。でもすごいですね。雷もそういう意味で、ね、光のビーム、光線ですもんね。戻りました。戻りました。ただいま。いや、すごいメッセージだったな。あきこさん、あれですかね。今回のね、この回について、またちょっと、どうしよう。そうですね、メッセージ。そうですね。この回の意味っていうかね。回についてですね。はい。そうですね。たくさんの方たちが、いろんな気づきがあったと思うんですけど、本当に具体的に行動する時が来ているみたいなんですね。で、その行動の仕方っていうのは、高次元とのやっぱ共同創造、私たちはもともと宇宙人ですから、宇宙との共同創造、地球との共同創造、私たちが一人で何かをやるんじゃなくて、やっぱりその共同創造なんですね。こう私と吉さんとか穴口さんとか、こういうのも共同創造であり、目に見えない存在との共同創造をしていくこと、し続けていくこと、そして具体的に行動する、本当に行動の時が来ているから、今回は行動のマスターですね。すべてのマスターみたいな感じの、穴口さんに来ていただいて、だからすごい宇宙からの、なんていうのかな、期待ですね。皆さんへの期待っていうのが、ものすごくあって、すごくバシッとしたメッセージが今日は言ったと思うんですけど、皆さん一人一人の力が本当に必要だし、今が本当にこう、活躍の時であり、楽しむ時。で、これからもっともっと楽しくなってくるから、この今日、前回もそうですけど、何か気づきがあったものを、なんていうのかな、具体的にいろんなことに落とし込んでいくときみたいですね。本当に期待しているっていうのと、あとは本当に楽しんでくださいっていうのを言っています。あなたたちが思ってる以上にものすごく力があるっていうことと、待ち望んでた時が本当に今だから、本当にありがとう、一緒に楽しもうっていう感じのが出てます。はい。はい、ありがとうございます。いやー、すごい今回すごいメッセージをね。よかったね。よしさんはどうでしたかね、運転手として。運転手、そうですね。やっぱりなんていうか漁師運転手でしたっけ？なんかね、すごい、すごいちょっと、なんとなくやってたかもしれないって記憶でなんとなくは思いますけど、いや、そうだな。すごい今回のメッセージが、皆さんのね、やっぱり見てる方々、見てる方々も全員が親しいなんだけど、なんていうかな、本当に自信を持ってというか、本当に一人一人がすごい、創造主としてね、生きる時なんだなっていうのが本当に腑に落ちたというか、もう実感となってきたなっていう気がしましたね。いや全面にバーンって感じです。スターシード宇宙人バーンって感じですよ。本当活躍の時だから、そう。すごい。いやー、すごいな。そしてですね、最後、ちょっと、そうだ。穴口さん、今回のね、このきっかけにもなった、このフェスが今度、開催されるということで、ちょっとこの辺の話も最後に9月したいんですけども、ですね、9月の5日なんですけど、9月の5日、2020年、宇宙フェスを、やっぱりもう私たちが本当に目覚めて、この地球と共に地球天国をね、築いた創造主として一人一人が立ち上がって、共に歩んでいく世界ですよね。そういったところにですね、やっぱりいろんな宇宙存在とつながるメンバーが、集って、そして、皆さんと一緒にこの共同創造できる場を作っていくので、ぜひご参加いただけたらなと思います。で、もちろんあきこさんとよしさんには出ていただくことを決定しているので、そしてグレゴリー・サリバンさんと、そして私と、このそれぞれのね、本当にやっぱりこの、宇宙の情報がどんな風にやってくるか、当日ね、
今パーンってどんな風にやってくるんですかって聞いたらね、宇宙で花火を打ったらどうなるのみたいな、そんなような状態ですよね。しかも、今交渉中で、結構この、宇宙存在ね、皆さんもよく知ってる宇宙存在ですけれども、やはりその方が多分現れてくれる可能性高くて、その振動数がやっぱりもう宇宙の振動数になるんで、皆さんと一緒に体験していきたいなと思いますね。はい。うわー、楽しみだな。すごい高次元ですね。高次元の時なんだね、やっぱり。楽しみ。いやー、すごい。それはあれですかね、なんかまだ詳細はまだ決定してないんですか？固まってきているので、おそらく、8月の19日ぐらいにはもうね、結構ゴーンって出してると思うので、まずは9月5日、このスターシードの皆さんはですね、ぜひですね、その宇宙フェスで集まっていただき、その時におそらくご自身がその自分をさらに表現していくようなサポートになるような出来事がいっぱい待ってると思うので、9月5日は開けといていただけると嬉しいなと思います。1日なので、朝の10時からそんなに長くやってますね。夕方6時とか7時ぐらいまで。おー、すごい。すごいです。名前は宇宙、なんちゃら宇宙フェス、名前は、超宇宙フェスですね。超宇宙フェス。超宇宙フェス。スターシード宇宙フェスっていうのはね、毎年私たちもやってます。やる予定ですけども、今回超宇宙フェスというね、形になりますね。はい。なるほど、なるほど。いやー、楽しみ。でもすごい楽しみです。なんか一緒にこうやって共同創造できるまで、本当にこうまたつながっていき、さらなるなんかステージに行ってるなって。だってもう1ヶ月切ってるんですよね。でも今1週間がすっごい早い勢いでね。わかります。もう5日みたいになりそうですね。はい。いやー、すごいことが起きそうですね。はい。では、今回ね、本当に素晴らしい回答になりましたけれども、また最後にこのではではでね、今回同じようにこうやっていきたいと思いますので、それではありがとうございます。それではまたお会いしましょう。はい。ではでは。ではでは。かわいいな。ありがとうございました。なんか終わってない人ともう言っちゃった、もう終わってないもう立ち上がって一応この余白をね、お楽しんで。